長く古い国家歴史を持つインドは、厳しいカースト制度とその下で生まれた様々な慣習、あるいは法律や道徳の概念という他の国とは異なる特徴を持っている。インドの習慣は、その特殊な地理的背景や歴史から非常に強いものです。特に男女の差は顕著です。女性の運命は15世紀にほんの短い間を除いて長い間インドの歴史の中で悲劇的な行進曲を続けてきた。19世紀、オランダやイギリスなどの西欧列強が始めた様々な改革以前のインドでは女性の運命は耐え難いものだった。最も単純な例は夫が死ぬと妻の運命はたちまち暗黒面から別のより恐ろしいものへと移行することである。では、インドで寡婦になるというのはどういうことなのか。運命は二つしかない。一つは殉死、もう一つは死んだように生きることである。実際、19世紀までインドの女性の運命は寡婦制という束縛にとらわれていた。インドでは寡婦か虚勢には非常に厳しい。寡婦は法律的にも道徳的にも二重の意味で強制されるほど過酷なものだった。法的な議論や社会的な倫理観が入り込む余地はない。つまり、インドでは一旦女性が未亡人になると、その運命は完全に書き換えられ、彼女のアイデンティティさえも変わってしまい、社会生活の全領域から自動的に隔離され、必然的に差別されてしまうのである。次は、インドで女性の悲劇的な運命について、いくつかの面から話しましょう。第一に、死により、定説を守ることです。中国でも同じである。ただ、2種類あって、一つは、皇帝が亡くなり、妾の何人かを、皇帝のために葬らなければならない場合、目的は同じく定説を守ることですが、権力の意思による強制行為で、少し性質が異なるものでした。もう一つは、民進時代以降、社会道徳と封建皇室のダブル効果により、夫の死後、一緒に死ぬことを選択する未亡人が現れ、強い道徳的強制力を持った殉説の形となったことである。しかし、インドの女性の殉死の理由は、信仰から来るものです。ヒンドゥー教では、女性が夫の死後サティを選ぶと、夫と一緒に極楽浄土の世界で3500万年生きられると言われている。インドでサティは、貞操の代名詞となっている。サティを選んだ未亡人は、夫の死後、通常は葬儀で率先して焚木の山に登り、夫の遺体と一緒に焼身自殺することで、夫への忠誠心を表現する行為である。つまり、サティを選んだ未亡人は、インド社会で常に褒められ、尊敬されているのです。もう一つは、生きて、貞操を守ることです。中国民進時代には、貞操を守って生活することを選択しても、社会の慣習や倫理に厳格に従い、それを踏み外さないように行動すれば、社会から尊敬を集めることができた。しかし、インドでは、信仰上の理由で殉死する選択を諦めた未亡人は、非常に悲惨な人生を送ることになる。まず、殉死という行為の放棄が、宗教的な贖罪の放棄に似ているという性質である。その結果、やもめは罪深い、汚れた人間になってしまったのです。そのため、汚れた人は普通の社会生活を営むことができず、親族や姑ともあまり親しくすることができなかった。それゆえ、彼女らは次のように自制した生活を送らなければならない。一方で、鮮やかな色の服や美しい宝石を身につけてはならず、粗末な無地の服を着なければならない。第二に、美しい、長い髪型が許されず、短く切るか、場合によっては剃らなければならない。そのため、
彼女らを区別するために、坊主と剃髪と呼ぶこともある。例えばインドのデカン地方では、ハイカーストのカフにはより厳しい社会的要件があり、髪が伸びないように2週間に一度は髪を切り、ショートか坊主にすることが習慣になっている。第3に、食生活である。極めて質素であり、食べるものまで規制され、カフの最初の1年間は、蜂蜜、肉、塩を食べることは許されず、地面の上で寝なければならない。これは残酷な習慣で、カフは最長で1年間、僧侶のような生活をしなければならず、肉体的にも精神的にも非常に過酷なものである。4つ目は社会活動です。カフは私生活に厳しい制約を受けるだけでなく、社会的行動にもさらに厳しい制約を受けるが、それは特に次の2つの分野で顕著である。一つは、インドの信仰では未亡人になった瞬間に汚れなり。だから、人が遠くまで旅行しようとしているとき、自分が道を歩く際にカフに出会うと、その人は大抵旅を延期してしまうのです。例えば、朝起きて、最初に会った人がカフだった場合、これは、不吉な兆候であり、人々は通常、その日の不運はすべてこのせいだと考えられる。そのため、皆お祝いの席にカフを避けようとする。第2の理由は、カフは社会の祭りに参加することができないからです。その理由は2つあります。まず、カフがカフである理由は、今世の問題ではなく、前世で罪を犯したわけで、今世で悪く報われるべきものであるため、カフになった。その中で、前世の罪は主に夫を傷つけたり裏切ったりすることです。それゆえ、カフが今世で夫に息子を与えていれば、その罪は軽くなりますが、そうでない場合、あるいは、娘を産んだ場合は、その罪は軽くならないばかりだけでなく、亡くなった夫が極楽浄土の世界へ入るのを妨げることになります。その結果、そのようなやもめは、社会や親族から見捨てられ、阻害されることになる。2020年までインドには約5500万人のカフが存在し、同国の女性人口の約 10% を占める世界最大のカフ大国となります。ヒンドゥー教の聖地であるブリンダーバンは、伝説上では、この地で、クリシュナ神が生まれたとされる。宗教的、文化的な理由から2万人以上のカフがここに住んでおり、そのためインドのカフの家とも呼ばれ、これらの貧しいカフは、慈善事業や巡礼者の施しによって生活しています。インドの家庭文化では、女性が一家の大黒柱の役割を担っており、夫を亡くした女性は再婚できないことが多く、家族を捨てて一人暮らしをしなければならない人も少なくありません。当初、一部のカフは、ブリンダーバンに来て、スリクリシュナン寺院に住み、自分の夫の家族との関係を断ちながら、バラモン教とヒンドゥー教の最も重要な神の一人である、このクリシュナン神に一生仕えるという意思を示したのである。時間の経過とともにだんだん人がここに集まり、現在の規模になりました。この仕事を通じて、カフたちは、地元の寺院から毎月125ルピー、日本円、約215円のお小遣いをもらっている。ブリンダーバンに住むカフは、真っ白なサリーしか着ることができず、宝石類を身につけることも許されない。古事記でさえ、ビピアスをしている。この国で、ジュエリーを身につけられないことは、カフの社会的地位の低さを際立たせている。インドにおける女性の権利は、道徳か、法制か、宗教かだけでなく、長い間規定されてきました。この3つの漆黒は、3本の鎖のように、インド女性の運命をきつく縛り、死に至るまで破れない牢獄のようです。
脱却するには死ぬしかないが、死んでもヒンドゥー教の懲戒から逃れられないのだ。しかし、幸いなことに、時代の進展とともに、インド女性の境遇は大きく変わり、結婚法の改革により、インド女性に自由に結婚、離婚する権利が与えられるなど、様々な権利や自由が認められるようになりました。2017年7月、マディアプラデーシュ州政府は、家父の再婚を促進する取り組みを開始しました。この制度が始まれば、毎年少なくとも1000人のインド人家父が再婚することになる。この制度では、家父との結婚が条件となり、家父は45歳未満であること。家父と結婚した人には、政府がまとまったお金を支払うことになっています。マディアプラデーシュ州政府は、最初、2億ルピー、3億4385万日本円、総投資を拠出して、この計画をスタートさせる予定です。ただ、家父と結婚する男性が、初婚でなければならない。私たちにとって、結婚や離婚は、とても簡単なことですが、インドで生まれた彼女たちにとっては、とても大きな戦いが必要なのです。それに比べたら、私たちは本当にラッキーです。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。